こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、海底神殿のリベンジが終わって、やっと一息ついたところです。もっともこのプレイ時点では、この海底神殿で見つけたスポンジ部屋はまだ一つでしたので、最後の一部屋を見つけるために、あとに3カ所攻略する覚悟は決めていました。だからここでスポンジ部屋が4カ所見つかったのね。2部屋で十分だったんですよね。少しオーバーキル気味です。ちなみにスポンジ部屋の生成数は見事にまちまちでした。この5カ所目までの、1部屋あたりの平均スポンジ数は、27個といったところです。さて前回は、第4第5海底神殿をほぼ思惑通りに攻略できて、ようやくリベンジを達成した感触を得ることができました。ところで、100話というのはあらすじ？世間一般のあらすじには、何話かをきちんと表記してあるものが多いようなので問題ありません。そしてお宝部屋で回収したところで、金ブロックの収集は一応完了しました。一応というのは、金ブロックを欲張って100個まで集めることは、もうおそらくないと思うためです。神殿攻略数が想定より少なくて済みましたが、想定通りなら9カ所目で100個突破してたんですよね。そういえば、攻略にかかる前は8カ所前後と想定してたわね。その4分後にはこの神殿でのスポンジ部屋の2カ所目を探り当てて、この時点でスポンジ収集完了です。で、3回に回った途端にポーションが切れて、おそらく水中で飲むポーションは最後となりましたが、最後まで、飲み終わった途端に水を汲んでしまいます。汲まないようにできそうな気がしてたのに。つまり、ここから水を汲まないリベンジに挑んで、海底神殿を攻略し続けるのね。さて、足場的に取りづらい部屋中央のスポンジを回収して、ようやく迷路構造調査と資源回収が完了です。それにしても、海底神殿1カ所だけでスポンジ120個とは、割と衝撃です。運が良ければ2カ所攻略するだけで済んでいたわね。リベンジ的には5カ所の攻略でちょうど良かったです。さて、5カ所攻略した時点での、攻略方法についての考察をまとめてみます。まず、優先探索エリアをオレンジの範囲に絞ったことと、記憶に留める部屋を赤枠の2回6部屋に絞ったことは、いい感じに機能しました。方向的にも現在地的にも、探索方面的にも迷いづらかったということね。で、次に、紫エリアを考えた時に、オレンジから紫に出て、オレンジエリアのみ探索部屋に戻れる迷路構造は、予想に反して稀なケースだったようです。ウィキのも合わせた6種類の迷路の、左右12種類で一つもなかったです。つまり紫エリアは基本、オレンジ枠から左右のエルダーガーディアンへの通り道と考えればいいのね。そんな感じのようです。最後に、6種類の神殿の全てで、オレンジと紫のエリアと外壁を回るのみで、3匹のエルダーガーディアンを倒せるルートがありました。ややこしい奥側半分の探索を、極力後回しすることは正解だったようです。それとそういえば、たどり着けない隠し部屋はここまでありませんでした。今の時点では、隠し部屋の存在には懐疑的です。ウィキ掲載の迷路の矛盾は、1階右上の登り口の表記漏れということね。まあこれ以降の検証は新企画の方で行おうと思ってます。迷路のパターンやスポンジ部屋の数など、もっとデータを集めて分布を見てみたいんですよね。現時点では4カ所スポンジ部屋が生成されることが、どれだけレアなのかすらわからなくて落ち着きません。あとそういえば、このエメラルドブロックの出っ張りは気にしないでください。いつもの証拠隠滅ね。さて、あとは会場仮拠点を撤去するだけですが、なぜか拾えないダイヤブロックがあったことや、水蓮の葉を回収してたら、ガーディアンが跳ねたことくらいで、期待していたイカは、全然空を飛んでくれず、ピラミッド拠点に戻ってきたところで力尽きました。いつも力尽きているわね。最近よく思うのですが、
ピラミッド企画は気に留めてないといけないことが多すぎて、結構疲れてしまうんです。やはり、無心にプレイを進められる息抜き企画を並行連載してた頃が、バランス的にはいい感じだったようです。また失踪するわよ。さて、久々に建築ターンの日がやってきました。もはや前にどんな風に積んだかうろ覚えです。建築ターンは忘れた頃にやってくるのね。今回の建築はクラフトがほぼゼロ、スポンジをかまどで乾燥させるだけなので、準備はとても簡単です。ちなみに精錬は、ヘルメットを作り直した時に仕掛けておきました。つまり、出来上がった料理がこちらなのね。そして陰性の後片付けも終わり、建築ターンに入ります。インベントリに収まるので、これならエンダーチェストを忘れ物しても大丈夫です。忘れるの？あいにくと忘れませんでした。さて、現時点までに建築したのは145層で、工事進捗は 98.66% です。海底神殿3の6種類を積めば、99.37% に達します。やっと 99% 超えるのね。さて、ちらっとプリズマリンだと確認してから、海底神殿3の建築材はまだまだ馴染んでなくて、積むのは不思議感覚です。まあそんなもんよね。そしてあっさりと一周。どんどん行きます。で、次のプリズマリンレンガを積んだ時には1周1分を切り、ダークプリズマリンを積んだところで、工事進捗は 99% に達しました。なお、残りの建築材は1024個とキリがいいです。ちょうど2の10乗ね。まあ完成まであと16層なので、32×32 ブロックの範囲を埋める個数と変わらないんです。さてそういえば地図でポツポツ抜けている箇所ですが、エンダーマンに抜き取られたわけではなくて、透過して地面が透けて見える影響のようです。全部確認しないと何とも言えないけどね。ピラミッド上では雲の上に抜けるだいぶ前から、エンダーマンを一度も見かけてないので、多分大丈夫だと思います。さて、シーランタンからは建築材の個数が、2スタックを切りました。随分とお手軽工事になったわね。そして鬼門と恐れて食わず嫌いだったスポンジ2種類です。まずは濡れたスポンジね。そういえば散々集めながらも未だに、スポンジで水の吸収を試したことがなかったと思います。前作で試す機会がなかったので、今作でこそ試すつもりだったのですが、未だに使いたい場面が見つからずにいます。池にポチャンと落ちた時に仕返しに水抜きする？これ、村から見れば雨が降ってるように見えるのでしょうか。濡れたスポンジから離れても滴るかが問題ね。そして最後は、乾いた方のスポンジで締めです。工事進捗は 99.37% に達しました。残りは13層ね。さて、残った建築材はこんな感じで、最大で100個必要となります。大半が地下資源ですが、材料が鉱石とブロックなど重複しているものが多く、どの順で積むかがややこしいことになっています。収集の楽さを考えればすぐ決まるわよ。多少ロマンを求めています。現時点ですでに指定石と決めているのはこの4種類で、100個の大台に乗せられる建築材は2種類です。なおこの数字はビーコン起動に使うブロックも含めています。ビーコン4連装のロマンね。で、100個集めたいものは、やはりこの2つかなと。なんでジュークボックスなのよ。この気を逃せば絶対100個も作らないからです。さて、ラバたちが見えてきましたが、もしリードが切れたら花火が上がる仕掛けを作ったら、この辺りで花火が上がっていたでしょうか。信号弾を打ち上げたいほど気になってるのね。リードが切れるのは離れ際でなく戻り際だと予想を立ててしまったので、確かめたくて仕方がありません。さて今回はここまでです。プレイの方はこの後は鉱石類の在庫確認に取り掛かり始めて、次回も建築ターンが少々あります。あと一つお知らせです。前にデバッグモードを使用せずの冒険の時間達成を維持でも行うつもりとお話ししましたが、
海底神殿に興味が湧いて気が変わりかけています。新企画に回すということ？どちらも地上探索系なので、相性が良さそうなんです。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。